こんにちは。今回話したいテーマは、リグを準備するアトリビュートの選び方と、ロケーターを使ったポリッシュ方法。この2点を紹介します。作業効率を上げるには、自分の得意なやり方を確立することも大切です。もし今回の内容を知らなかった人は、試してもらって、自分にマッチした方法だったら、ぜひ採用してみてください。作り方に関する話は人それぞれかなり好みが分かれる分野です。レベルはざっくりですけどアニメーションを学んで1から2年ぐらいの内容だと思います。よろしくお願いします。リグを準備するアトリビュートの選び方。モデル用意した、リファレンスも探した、さあアニメーション作ろうの前にもう一手間。その動きを作りやすくするためのアトリビュートを選択しましょう。リグのアトリビュートっていうのは、この辺の設定のことです。フリーリグにも似たようなアトリビュートがあると思いますが、アトリビュート名は、こういうアトリビュート名っていうのは必ずしも共通ではないので注意してみてください。今回作るのは空中で1回転する2段ジャンプなので、手足、頭は腰のローカルスペースに属した愛型を使っていきます。腰のローカルスペースに属した愛型っていうのは、これ今、左手と左足はついてきてない状態ですけど、これを腰のローカルスペースに属したコントローラーっていうのは、こういう腰を動かしたらまるっと追従してくるローカルスペースです。手足頭が腰についてこないと、腰を回転させてから手、足、頭全部調整しないといけないので、格段に工数が増えてしまいます。なので、愛型で作る場合は自分はこういう風に設定します。で、他にもスパインとかスパインが2つありますけど、自分の場合は基本的に腰についてくるかついてこないかどっちかしか使わないので、つまり M ギアだとこのボディかルート、このどっちか使います。ボディの場合は今の状態で腰についてくる状態で、これをルートにすると手は置いていく見た目になります。ローカルスペース、ワールドスペースについて軽くまとめです。ローカルスペースに属した FKI 系は、親子関係がある FKI 系のこと。ワールドスペースに属した FKI 系は、独立している FKI 系のことです。挙動の違いは右側の動画を見比べてください。腕以外にも頭や足、人外なら翼や尻尾にも同様の設定が可能です。もちろん FK で作っても問題ないです。むしろ特に空中動作とかは FK の方がやりやすいと思いますけど、後半でロケーターの使い方を紹介したいので、今回は愛型で作っています。個人的なざっくりとした基準ですけど、アークが目立つ動作は FK、接地接触なしは FK またはローカルスペース愛型、接地接触ありの場合はワールドスペース愛型。こんな感じで自分の中では区切っています。本当に作るアニメーションによっていろいろ変えるんですけど、ざっくりとした基準はこんな感じです。ロケーターを使ったポリッシュ方法。私の場合、ポーズ、タイミング、尺がある程度決まったら、一旦手足の軌跡を整えます。ロケーターを使って綺麗にしていくんですけど、多分アニメーターにとっては上等手段だと思います。初見の人はこの方向になれるまでちょっと難しいかもしれませんが見ててください。マヤの標準機能だけでやっていきます。ちなみにこの Y 軸の動きは出力するときには不要なので今はオフにしておきます。本当に必要なデータはこれなのでこの状態でアニメーションを修正していきます。まず左手から調整していきましょう。ロケータを出します。クリエイトからロケータ。これ出すとロケータできます。で、ちょっと見やすいようにここ
大きくしておきます。これですね。で、今後何回も使うので、ロケーターは。クリエイトからロケーター。この状態で、コントロールシフトを押しながら右クリックすると、ここにシェルフに登録されます。これいろいろ使えるので、適当にいろいろ設定しておくと、なんかすげえ凄腕っぽく見えるのでおすすめです。で、名前もわかりやすく、エルハンドとしておきましょう。調整したいコントローラーでロケーターをペアレントコンストレインします。調整したいコントローラーっていうのは今の場合だと左手なので、左手選択、ロケーター選択してから、ペアレントコンストレイン。これですね。これもオプション開いてください。オプション開いてメインテンオフセットがフォールスになってるのを確認してからアプライ。そうするとロケーターがコンストレインされて、ここアトリビュートが水色に変わります。で、この手のコントローラーが動くとロケーターが拘束されている状態になります。次、ロケーターをベイクします。この状態でロケーターをフルベイクします。ベイクはキー、アニメーションタブのキーのベイクシミュレーション。特に設定は変えません。この状態でベイクシミュレーションすると、水色のアトリビュートが赤色になって、今はコンストレインが解けた状態です。コンストレインこれ残ってるんですけど、消しても大丈夫です。今やったことは、この左手のコントローラーのトランスフォーム、移動と回転を全部このロケーターに転写した状態です。逃がした状態。で、次にやるのは、このロケーターでこの左手を拘束します。ペアレントコンストレイン。さっきと逆ですね。すると、ロケーターで左手のコントローラーを乗っ取った状態です。左手のコントローラーは、アトリビュートが黄緑色に変わっています。この状態で OK です。そうすると何が変わったかっていうと、さっきまで腰についてきてたコントローラーがこうやって置いてけぼりにすることができました。これはこのロケーターがこの空間の中で独立した状態。腰のこうになっていないからですね。こうなったらもうあとは調整するだけなんですけど、こういういびつなところちょっとずつ取ってあげてください。この見ながらですけど。いびつなところ結構ガリガリ削っていってください。こことかちょっとガタついてるので、丸くしてあげると、こんな感じかな。この方法のいいところは、こうやってグラフエディターで
調整しやすいところかなと思います。例えば腰のローカルスペースに属している背景だと、こうやってグラフエディターで Y 軸を動かしても、ちょっと斜めに動いてるの分かりますか？今。正面から見て。Z 軸だと、こんな感じ。X は横に動いてますけど。これが、ワールドスペースのロケーターだと、全部の軸、素直に直感的に動いてくれるっていうメリットがあると思います。デメリットとしてはこうやってキーが増えるのはデメリットだと思います。で、調整がこんな感じでできたら、仕上げにやるのが、コンストレインされたコントローラーをベイクします。今の場合ですと、この左手のコントローラーをベイクします。これも登録しておきましょうか。で、このロケーターはいらないので削除します。すると、さっきのアニメーションが保持されたまま、この腰についてくる背景コントローラーにベイクされました。以上の手順が一時的にロケーターで乗っ取って敵を調整する方法です。他にもロケーターの使い方は様々あります。細かい説明は割愛しますが、いずれも先ほど実践したようにロケーターでコントローラーを乗っ取ってから応用できます。ロケーターの可能性は無限大。だからアニメーターはロケーターが大好き。まとめです。リグを準備するアトリビュートの選び方。FK または IK、ローカルスペースまたはワールドスペース。それぞれの特性を理解して作りたい動きに適したアトリビュートを選択しましょう。自分に合った作り方を確立できると作業効率がアップします。ロケーターを使ったポリッシュ方法。工夫次第では使い方は無限大です。手順がそこそこ面倒なので、自分でツールを作れたら理想的です。キーが増えるので、ポリッシュ段階で使うといいかもしれません。私は会社入って2年目くらいまでワールド IK ばっかり使っていました。リグのアトリビュートとか何が便利かよくわからんかったんで、ほとんど触っていませんでした。しかし、ローカルスペース、ワールドスペースの特徴、ロケーターの使い方、いろいろ知ってから格段に成長できたなと感じています。作り方は人それぞれ好みがありますし、その時々でトレンドがあると思います。今回の内容を初めて聞いた方は、一度試していただいて、自分のやり方にマッチしているか判断してみてください。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。